こんにちは、岩根です。先日マシュマロの方にアナログアニメーターを目指している高校生です。デジタルが嫌というわけではないのですが、アナログの方に特別な思い入れがあり、不安はありながらもこだわってしまいます。デジタル作画が主流の時代でアナログアニメーターになりたいというのは無謀な考えでしょうか。岩根さんは率直にどう思われますかという質問をいただきました。僕自身の意見を聞いてもらう前に、現在アニメ会社で制作進行やプロデューサーをしている方々、総勢16人 Twitter の DM で伺ったんですけど、もらった回答を簡単にまとめてお伝えしたいと思います。どうしても僕の意見だけだとね、偏ってしまう可能性があるので、ここはなるべく広く意見を伺おうということです。このチャンネルではお絵描きやアニメ作りに役立つ情報を発信していきたいと思っておりますので、ちょっとでも気になった方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。僕の意見っていうのは最後にまとめるとしまして、まずはアナログアニメーターを目指してもいいんじゃないかっていう意見をお伝えしたいと思います。アナログアニメーターという部分だけで見ると、原画や作感はまだまだ紙が多い。この人たちが主軸である限り、全てがデジタル作業になることはないんじゃないかと。その間はアナログでもデジタルでも制作的に言うと需要は同じ。おそらく最低でも今後10年くらいは、アナログ作画ダメ、不可っていうことにはならないんじゃないかと思います。紙で動画をやってる会社に入って、早いうちに原画になってしまえば需要は多いと思います。ただし、動画に関して言えば、海外も含めて現在デジタル化が進んでいます。TP 集ができる強みもあって、動画検査に関してはほぼデジタルです。作画スタジオによっては、早い段階でアナログ動画の募集がなくなってしまうっていう可能性もありますし、現在、社員のみではありますが、原画から動画まで全てデジタルに移行済みの元請け会社もあります。なので、あまりにも紙作画にこだわりすぎると入社できる会社が限定される可能性が高いです。で、次にデジタルを進める意見をまとめて、お伝えしたいと思います。デジタルを進めるっていうか、今からわざわざアナログを目指す必要はないんじゃないのっていう意見ですね。理由の一つが、ご存知の通りの最近の流行り病の影響で境界便っていうのが廃止されまして、海外同士会社の作業媒体っていうのがアナログからデジタルに急速に切り替わっています。現状ではもう 90% 以上の海外スタッフがデジタルに移行されてるっていうことのようです。で、先ほど、皆様ご存知の通りみたいな感じでテンションで言ってしまいましたが、この境界便って言われるやつなんですけども、簡単に言いますと、中国とか韓国に動画仕上げの仕事を送って受け取ってっていうのを業者を使うと結構なお金になりますし、そもそも各会社がバラバラにやってもトータルでは結構な金額になってしまうので、代表して取りまとめて飛行機に乗って荷物を受け渡しに行くっていう風な、ただ僕もそんなに正確に知ってるわけではないので、ちょっとニュアンスが違うかもしれないんですが、それを境界便と呼んでいます。で、現在20代のスタッフ、若いスタッフですね、はもうデジタル作画をする人が結構増えてきてます。で、この年代の人たちが作家や創作官っていう、いわゆるアニメの中核を担うようになった場合、デジタル作画の需要はもしかしたら完全になくなってしまうかもしれない。ただ、先ほど言ったように、それが4年とか5年でそういう風にはおそらくならないんじゃないかっていうことだとは思うんですが、いずれはそういう方向に行く可能性がありますと。アナログ動画しかしませんっていうのだと仕事がしづらくなりますし、デジタル動画でお願いしますっていう営業をかける制作さんも多いっていう風に聞いています。で、それはなぜかというと、動画っていう段階まで素材が進んだ忙しい時期に実際に現物のカット袋を持ってあっち行ったりこっち行ったりするのがすごく負担になると。だからそれはもうインターネットでデータとしてやり取りできるデジタルの方が
まあ制作的に言うとありがたい。日本の商業 2D アニメ、まあいわゆる普通のテレビアニメとか劇場アニメ、それに関しては海外のアニメーターの採用とか場所を問わない仕事環境が、まあこれから進んでいくと思われます。で、アナログだと会社側の対応が厳しくなり、技術がないとちょっと生き残るのは難しいかもしれないっていうふうに、おっしゃる方がいらっしゃいました。実際大手の会社は先ほども言ったようにデジタルへの移行を積極的に進めてますので、大きく二極化していってアナログの小さい会社が潰れる可能性がありますと。とはいえ先ほど言った、原画から動画までデジタルに移行済みの元請け会社であったとしても、動画入れがデジタルだとした場合に作業をするためのプリントアウトや納品する際のデータ化などの対応ができれば、まあそれはそれでありっていう返答もありました。ここから僕の意見なんですけども、これから作画のデジタル化っていうのはもう間違いなく進んでいくと思われるんですけども、紙で学んだことっていうのはデジタルで作画するときにもきっと役に立ちます。なので、まずはアナログが好きならばアナログでこの業界に飛び込んでみて、でそこからアニメーションの技術っていうものを学んだ上で世間がデジタルになってきたなら、そこからスキルを習得していっても決して遅くないんじゃないかなっていう気がします。アナログかデジタルかっていうよりも、もっとアニメーションにとって大切なものが動くっていうのはどういうことかとか、単純に絵が上手下手っていうことっていうのはもうアナログデジタル関係ないので、まずはそちらのアニメーションの技術習得っていうのを、念頭に置いた方がいいんじゃないかなと思います。で、その次の段階としてアナログで突き進むのか、もしくはどっかでデジタルに転向するのかっていうことを考えればいいんじゃないかなっていうふうに考えます。で、実際僕に限っての話なんですけども、もういつデジタルの時代が来てもいいようにっていうことでもう10年以上前からレタススタジオの中のスタイロスとかトゥーンブーンで、現在はクリップスタジオで、今最近はちょっとブレンダーなんかも使ってデジタル作画の練習を実はずっとしてるんですね。まあ練習っていうか、まあ実際にはそういう新しいもんが好きだから飛びついてるだけっていうところはあるんですけども、まあ現状なかなかねそれを活かせない状況にはあります。僕がメインでやってるテレビのポケモンなんかでもデジタルで作画することは可能ですし、現に以前数分の PV でもうそれは絵は僕が描くだけ、どこのチェックも入らないっていうような作業の時は、フルデジタルで原画描きました。で、まあこれでもいけるかなっていうのが僕の実感だったんですけども、現状テレビポケモンなんかでデジタル作画でレイアウトを仮に書いたとしても、チェック工程のところどころにアナログ工程が入ってしまって、結局プリントアウトして回すっていうことになると、その制作さんに余分な仕事を増やすだけなので、それじゃちょっと意味がないなと思って、今のところは素直に、紙でやっています。正直紙の方が書きやすいっていう個人的な理由も大きいですね。デジタルに移れるようにって練習したとはいえ、まあ正直紙の方が作業しやすいっていうのがあります。現状デジタルっていうのは撮影終了後のセルデータとか動画のデータを直接いじるっていう時に使ってます。それぐらいでしょうか。で、この質問くれた方、高校生だとするとまあ高校何年生かわからないんですけど、まあ5年前後ぐらいでこの業界に入ってくるんじゃないかなっていうふうに思いますんで、その時には一緒に日本のアニメを作っていこうじゃないかっていう希望のある言葉で、今回の配信を締めたいと思います。模写や自主制作アニメの素材などとして配信に使用できるオリジナルキャラクターを募集しています。必ず使用するとは保証できませんし、使ったからといって謝礼もできないんですけども、それでもいいよという方は Twitter の DM で送ってください。また質問や要望ございましたら動画のコメント欄にお願いします。グッドボタン、チャンネル登録、Twitter のフォローもぜひ。ということでまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。